こんにちは、斉藤直樹です。今回は結構これ何度かやっていて人気の企画なんですが、添削横串企画ですね。僕のチャンネルではイラストの添削をしていて、一つ一つの添削動画、上達のポイントが非常に多くて勉強になるという声が多い反面、内容が濃すぎて全部終えてない、気軽に時短で上達のポイントを抑えたい、あるいは後から上達のポイントだけおさらいしたいという声も多いんですよね。なので、そんな皆さんのために、今回もいくつかの添削動画を横串でブサーッとぶっ刺して、時短で上達のポイントを紹介企画やっちゃいます。この動画を見ていただければ、日々忙しくて時間がない方でも効率よく絵の上達ポイントを知っていただけて、自分の絵に活かすことができるようになると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。思い切った平面処理をしてみよう。まず最初に紹介する上達ポイントなんですが、思い切った平面処理をしてみようってことです。これね、言葉だけ聞いても何のことだかわかんないよっていうことだと思うので、早速実例挙げちゃうとですね、この作品を見てください。ポーズや髪型、何よりもキャラクターの表情作りにおいて、すごく独特なかっこよさを演出できているイラストです。これかっこいいですよね。ただこの作品よく見てみると、ところどころ気になるポイントがあって、その気になるポイントの一つとして、書き込みの多さがありました。書き込みがね、あるせいで見栄えがしなくなっているってことです。って書き込めば書き込む分だけ見栄えが良くなるんじゃないのって不思議に思う方も多いと思います。でもね、そうとは限らないんですよ。例えば僕が気になっているのは、このタバコの煙と目の書き込みです。タバコの煙はね、確かに現実を考えたら気体なので、このようにね、筆のタッチを活かして輪郭をぼやかして表現するのは妥当ですし、あとは目についてもね、このように目の中に映り込む光をグラデーションを活かしながら表現すれば、目の潤いをね、書き表せますし、密度もアップすると思います。ですが僕はあえてこのように添削しました。はい、ドン。わかりますでしょうか？もうね、あえて思い切って平面的に処理してしまいました。タバコの煙は気体であるにもかかわらず、輪郭をぼやかさずにはっきりと、あえてデザイン的に処理してみました。さらに目は、まさかのあえてハイライト一切描かない思い切り、ベタ塗りと線だけで表現しました。書き込み自体はね、もうわかりやすく減ってますし、密度感も添削前より理屈では減っているはずなんですが、どうでしょう？今の2点を思い切って平面的にしたことによって、主題であるこの人物のかっこよさにより目が行くようになったのではないでしょうか。これ面白いでしょ？絵ってね、実は書き込むだけが良いこととは限りません。時には書き込まないこと。あえてね、質感を無視して平面的な処理にしてしまったり、グラデーションをかけて質感を出すことをやらない方が、かっこよさという主題にフォーカスすることができることがあります。プラスの作業だけではなくて、マイナスの作業も大事になることがあるということなんですよね。もしね、頑張って書き込んでいるんだけど、なかなか目指すようなかっこよさが出ないなっていう時には、もしかしたら、その絵は書き込みすぎなのかもしれません。そんな時には、ここってもしかして書き込むのをやめて、一旦フラットにしてあげた方がスッキリしないかな。そんな風に引き算を考えてみてください。きっとさらに一歩あなたの絵を前に進める足がかりになるはずだと思いますよ。演出を考えて構図を選ぼう。さて次に紹介する上達のポイント2つ目は、演出を考えて構図選びをしようってことです。このイラストを見てください。この作品は資料の魔女というタイトルだけあって、魔女の怖さや不気味さを表現したイラストです。怖さをね、演出する色選びも素晴らしいですし、何よりも魔女の見下すような視線が見る人の恐怖感を煽ってくる良い表情をかけていると思います。ですが、まだなんとなく怖さや不気味さを引き出しきれていないような、どことなく不完全燃焼感がありました。なので僕はこのように添削させていただきました。いろいろな部分を細かく添削させていただいてはいるんですが、あえてこの添削の肝を一言で言うなら、構図の添削です。恐怖や不気味さを強調するために、下から見上げたような煽り構図を強調したということですね。こ
このイラストですね、実は元からちょっと煽り構図のニュアンスが含まれていて、例えばね、この木がわかりやすいんですが、ほらほら、見てください。背景に描かれている木がまっすぐではなくて、ちょっとこう上に向かってすぼまっていくようにパースをつけて描かれていますよね。このことからちょっと下から見上げているようなニュアンスが元からありました。ただね、それが手前のキャラクターまであまり反映されていなかった。そのせいで、いまいちね、不気味さや怖さを表現しきれていないように感じました。添削後はこのようにカメラに近い狼の資料を大きく拡大して、その位置からカメラを撮ってるんだよっていう風に分かりやすいようにしたり、あとはね、これ結構大事なんですが、カラスの資料が止まっている骨の角度ですね。これをこういうパースに沿うように変更しました。それとなおかつ、魔女の帽子の裏側が見えているこの面積ですね。これも増やすことで、より下から見上げている感じを強調してあげました。ほら、見比べてみてください。下から見上げている構図であることを強調しただけで、なんかより一層この魔女の怖い存在感がぐぐっと増したような感じがしませんでしょうか。このように怖い感じを強調する目的だったり、あるいは楽しい感じを強調する目的だったり、そういう目的によってどのような構図が適切なのか、演出を考えて構図を選ぶというのは非常に大事です。皆さんもね、次に絵を描くときには、今回はこういう目的でこういう演出にしたいから、こういう構図にしてみよう。そんな視点で改めて構図について考えてみてください。きっと良い効果が生まれると思いますよ。意味のない空白を極力作らないようにしよう。そして次の上達ポイントは、これめっちゃ大事です。意味のない空白を極力作らないようにしようってことですね。例えば、この作品を見てください。はい、こちらはね、モチーフ選びがすごくいいですね。ほおずきの実、そして白装束の男の人と、あとはね、狐のお面。すごくね、ゾクゾクっとするような、怖い中にかっこよさが入り混じっているイラストなんです。もうね、好き。でね、僕がちょっと気になったのは、後ろの空間の広さなんですよね。この黒い部分の面積です。ここってですね、あんまり絵には関係ありませんよね。まあ一応ね、無理やり意味を持たせるとすれば、このね、地獄のほの暗さを表現しようとしたとも言えるかもしれませんが、それにしては中途半端な面積になってしまっています。一応ね、日本的な美的感覚の表現手法として、余白の美という考え方はあります。何も書かれていない空間を、モチーフが書かれている空間と同じぐらい大事に扱うという考え方です。これはね、以前にもネガティブシェイプという言い方で紹介した考え方なんですが、それを考えるとね、余白を広々と取ってもいいじゃないかと思われる方も多いと思うんですよ。ただね、これは僕の考えだと、作品の大きさによります。めちゃくちゃね、大きなサイズの作品。例えばもう壁一面に飾れるような、縦がね、もう1メートル2メートルあるような作品だとしたら、余白がね、結構広めに撮られていても、それをね、美しいと思えると思うんですが、大体のイラスト、特に現代では、スマホで小さなサイズでイラストを見ることが多いですから、そういうイラストの場合にはね、余白が広く撮られていたとしても、その余白の空間を美しいと捉えられずに、ただ単純にね、モチーフがちょっと小さくて見にくいなって思われることの方が多いと思うんですよ。なのでむしろそのように小さな画面で見ることを想定されているイラストだとしたら、逆に余白はなるべく作らずに、モチーフを画面いっぱい広げて大きく表現するのが効果的です。先ほどね、例を示したこのタバコのイラストもそうでしたよね。余白を減らすことによってキャラクターの魅力にぐぐっと迫ることができました。なのでね、これはイラストのサイズにもよりますが、大体のイラストの場合には意味のない余白は作らないのが賢明です。ちょっとここ空間空いちゃったなって思ったら、なるべくそこはカットするように意識を働かせてみてください。特に自分以外の他人に評価をしてほしい場合には、この考え方は非常に有効ですよ。テーマがわかりやすく表現しよう。さあ、残り2つです。
次の上達ポイントは、テーマがわかりやすく表現しようってことですね。これね、言葉で言うのはすごく簡単なんですが、自分で絵を描いてみるとね、意外とこれが難しかったりするので、ちょっとこれは高度な要求かもしれません。例えば、こちらのイラストを見てください。空中に佇む女の子がリボンに絡まれながら、あどけないような少し不安なような表情を浮かべているイラストです。タイトルもリボンと付けられています。この作品はですね、女の子の表情がすごく絶妙で、不安なのか、それとも希望を感じているのか、ちょっと読み取りづらいような表情を、これあえてこう描こうと思っていると思うんですが、このね、表情作りが絶妙なんですよね。イラストってもっとこうかっこいいファンタジーイラストだったり、あとはこう可愛いアイドルのような女の子のイラストだったり、なのでこういうイラストってそういう憧れのようなものを描くもんなんじゃないのって捉えている人も多いと思うんですが、こういうイラストってそれとはまた違って、いわゆる精神世界、自己を投影してイラストとして表現する、いわゆる自己表現のような作品なんです。憧れだけがイラストの世界じゃないということをまず捉えておかないと、こういうイラストはね、そもそも理解できないっていう大前提があるんですよ。なので、そもそもですね、そういう理解を得づらい分野ではあるので、描かれているイラストの内容は、作品を見る側にとってわかりやすく、ちゃんと整合性が取れていて、理解しやすいように工夫する必要があります。僕がね、このイラストを見て気になったのは、まさにそのわかりやすさの部分。女の子を取り巻いているリボンと、女の子が身につけているネクタイ、そしてタイトルであるリボン。この3つは作品の内容を考えると、すべて同一のものに見える必要があります。なぜかっていうと、これはね、ちょっと作者のコメントには書かれていなかった部分なので、あくまでね、僕の想像ではあるんですが、この作品が表現したかったことって、おそらく相反する2つの感情です。女子高生の間だけの若さや美しさを肯定する気持ちと、そしてそれとは裏腹に、学生という立場によって自由を束縛されているという否定の気持ち、その2つが微妙に絡み合っている様をリボンに象徴させて絵にしていると思うんですよ。それをね、表現するには、自分自身を可愛く見せてくれているリボンが、同時に自分をがんじがらめに縛り付けているようにも見えなきゃいけないので、首元についているリボンと、周りに取り巻いているリボンが同じように見せる必要があるんですよね。なので僕はこのように添削しました。首元に巻かれているリボン、そして周りを取り巻いているリボン、その柄を全部統一したことによって、書かれているリボンが全て同じものだと一目で理解できるようになったと思います。はい。自己表現イラストはね、そもそも理解しづらいという前提はあるんですが、伝わった時の感動はそれゆえにひとしおです。自己を投影している分、心の中はね、ちょっとこうぐちゃぐちゃしていて、普通のイラストよりもテーマを整理することは難しいんですが、迷った時には、ぜひ今の話を思い出してみてください。きっとヒントになるはずだと思います。象徴的に演出するには、シンメトリー構図を使おう。さあ、最後の上達ポイントです。最後にお伝えしたいのはですね、象徴的に演出するには、シンメトリー構図を使おうってことです。はい、こちらのイラストを見てください。すごくね、かっこいいベジータのイラストですよね。ベジータ大好き。はい。このイラストで僕が良いな、この作者さん考えてんなって思ったポイントとして、左右のバランスの取り方があります。ベジータはね、腕組みをしていて、正面を見据えていて、もうね、土正面を向いている構図なので、おそらくね、背景ではそのバランスを取ったんだと思います。このね、背景を見てみると、太陽が左側に描かれていて、正面からね、あえてずらしてあるのに加えて、岩山もね、左右で高さを変えられていて、意図的に左右非対称にしてあって、画面がシンメトリックに、単調にならないようにバランスを工夫されているんですね。僕はね、もう常々言っています。絵を左右対称にすると、つまらない構図になるよ。なるべく左右対称を避けようね。ただですね、僕はこのイラスト、こう変更しました。はい。見てわかりますよね。左右対称に近づくように添削しました。いや、斉藤さん、言ってること逆じゃん。何やってんのよって怒る人も多いでしょう。はい。言いたいことはわかります。でもね、これには理由があるんですよ。絵をね、
象徴的に見せたい場合、実はいつも言っているのとは逆に左右対称にシンメトリックな構図にした方が効果的な場合があるんです。例えば仏教とかで書かれている仏画がそうなんですが、多くの仏画が正面から書かれていますよね。周りのね、五光の表現とか、あとはマンダラとかも含めて左右対称に描かれているのをよく見ると思います。構図としては単調に思えるシンメトリー構図なんですが、強烈なメリットがあります。それはめちゃくちゃ象徴的で神々しく見えるってことです。はい、もうね、土正面で書くと、書かれているもの、何もかもが、画面の中心に集約するように描かれることになるので、まるでね、そこに描かれているキャラが世界の中心のような、まさに神を描いたような、そういう特殊効果を絵に持たせることができるんですよ。それを聞いてもう一度、ベジータのビフォーアフターを見比べてみると、ほら、添削後の方が、まるでね、俺が世界の中心だと言わんばかりのオーラが増した感じがありますよね。ベジータはね、誇り高き戦闘民族、サイヤ人の王子なので、このぐらいのエゴイズムはあっていいと思います。もしね、絵を描いていて、いや、もっともっと象徴的に見せたい、強いインパクトが欲しいという場合には、絵としてはちょっと単調になるかもしれませんが、あえて左右対称のシンメトリー構図を選ぶのもありです。試してみてくださいね。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？今回はいつもの気まぐれ添削を横串でぶっ刺して時短で上達ポイントをお伝えしてきましたが、まあでもね、あんまり焦って上達を目指してしまうと疲れちゃう時ってありますよね。なんか最近あんまりイラスト描く気が起きないな。やる気がしないな。疲れてるのかな。でもイラストを描きたいっていう気持ち自体はあるんだよな。どうすれば。そんな風にね、なっちゃってる時ってあると思うんですよ。そんな時には、こちらの動画、プロ絵師がおすすめ、絵の息抜き5選。こちらをご覧ください。僕も含めて実際に絵師がやっているやる気を回復させるための工夫をお伝えしました。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。